給料は安い、高い、料理系栄養士の不都合な真実と将来性、知らないと損する日本での仕事選び。料理を作るのは大好きだけど、ただ美味しいだけじゃ物足りない。栄養の知識はあるけど、もっと目の前の人に美味しいと喜んでもらえる仕事がしたい。もしあなたが今そんな思いを抱いているなら、料理系栄養士という選択肢はあなたの人生を劇的に変える可能性を秘めています。現代の日本は飽食の時代から健康の質を問う時代へとシフトしました。生活習慣病の増加、超高齢化社会、そして SNS による情報の氾濫。人々が本当に求めているのは、教科書通りの栄養指導ではなく、今日から作れる健康的で何より美味しい一皿なのです。本記事では、料理系栄養士という仕事の全貌を徹底解説します。仕事内容のリアルから年収の裏事情、最短で資格を取得するための進路、さらには AI 時代でも食いパクれないためのキャリア戦略まで、この記事を読み終える頃には、あなたが歩むべき食のスペシャリストとしての道がはっきりと見えているはずです。1万文字の熱量とともに、その扉を一緒に開けていきましょう。1、第一、料理系栄養士とは、定義と現代社会における唯一無二の役割。栄養士と聞いて、あなたはどのような姿を想像しますか？白いコートを着て、計算機を叩き、数値の管理に追われる姿でしょうか？それとも、厨房で忙しく包丁を握る料理人の姿でしょうか？料理系栄養士とは、その両方の強みを完璧に融合させたハイブリッドな専門家です。ここではまず、その本質的な定義と、なぜ今この職種が求められているのかを深掘りします。栄養を語れる料理人か、料理ができる栄養士か。料理系栄養士の最大の特徴は、料理と栄養学の両方に精通していることにあります。単にカロリー計算を行うだけでなく、その数値に基づいた健康的で美味しい料理を実際に作り上げる技術を持っています。定義。栄養バランスを考慮しつつ、味の質や見た目の美しさも追求し、食事を通じた健康支援を専門とするプロフェッショナルです。背景。どんなに栄養バランスが完璧でも美味しくなければ食事は続きません。継続的な健康習慣をサポートするためには、調理技術と栄養学の高度な掛け合わせが不可欠です。プロの視点。現場では理論、栄養と実践、調理のギャップが常に課題となります。料理系栄養士はこの溝を埋める唯一の存在です。いわば健康の設計図を描きながら自ら
執行も行う建築家のような存在と言えるでしょう。なぜ今、日本で料理系の肩書きが必要とされているのか。現代の日本において、健康志向の高まりは一時的なブームではなく、社会的な必然となっています。しかし、情報の氾濫により何を信じて食べればいいのかと迷う消費者が増えています。理由1、生活習慣病の増加、糖尿病や高血圧など食事制限を必要となる層が拡大しています。2、高齢化の進行、加齢に伴う嚥下機能の低下に対応しつつ、豊かな食生活を維持するニーズが高まっています。3、食文化の多様化、ベジタリアンやアレルギー対応など、個別具体的な食事プランへの要求が強まっています。具体例、例えば、あるカフェでは、ダイエット中でも満足できるフルコースを開発する際、料理系栄養士が味の構成と糖質制限を同時にコントロールし、大ヒットを記録しています。一般的な栄養士との決定的な違い、五感で届ける健康管理。一般的な栄養士が指導に重きを置くのに対し、料理系栄養士は体験を重視します。1、結論。理屈ではなく、味と見た目の感動を通じて健康を伝えます。2、具体的なアプローチ。視覚、彩り豊かな盛り付けで食欲を増進させる。味覚、出汁や酸味を生かし、減塩でも深い味わいを実現する。触覚、食感、食材の切り方を工夫し、満足感を高める。3、失敗例、体にいいからと薄味すぎる料理を出し続け、クライアントが食事を楽しめなくなり、結局ジャンクフードに走ってしまうケース。料理系栄養士はこの心の空腹も満たす必要があります。2、第2、現場の裏側を公開。料理系栄養士の具体的なかつ多岐にわたる仕事内容。料理系栄養士の仕事はディスクの上だけで完結することはありません。キッチンから教育現場、時には企業の戦略会議まで、そのフィールドは驚くほど広大です。メニュー開発の真髄、栄養計算と美味しさの絶妙なトレードオフ。最も中心的な業務がメニュー開発、レシピ作成です。ここでは単なる料理ではない、プロの工程が存在します。開発の手順。1、ターゲット設定、特定の健康目標。で、高血圧対策や顧客の好みを分析します。2、食材選定。旬の食材や特定の栄養素を豊富に含む健康に良い食材を選びます。3、栄養計算。
カロリー、タンパク質、脂質、塩分などを緻密に計算し、基準値内に収めます。4、試作と味の調整。数値は完璧でも味が不十分な場合は、調理法、蒸す、焼くなどを変えて再調整します。5、メニューの完成、見た目、味、栄養価、原価のすべてがバランスした決定版をリリースします。調理現場でのマエストロ、現場指導とオペレーション管理。自分一人が作れるではなく、調理技術を他者に伝える能力も欠かせません。指導内容。1、食材の適切な取り扱いや栄養素を逃がさない調理方法のレクチャー。2、調理スタッフへの衛生管理基準の徹底。食品被害の防止。3、ワークショップや講座を通じた一般向け料理スキルの向上支援。背景。どんなに優れたメニューも現場のオペレーションが乱れれば、その栄養価や安全性は守れないからです。食育と啓発。人々の染色力を育むプレゼンテーション技術。食事の提供以上に重要なのが、食育を通じて人々の知識を広める活動です。具体的な活動。1、学校や地域コミュニティでの教育プログラムの企画実施。2、SNS やウェブサイトを用いたエビデンスに基づく正しい栄養知識の発信。3、食材の保存方法や品質維持に関する専門的なアドバイスの提供。プロの視点、何を食べるかを教えるのではなく、読者が自ら選べるようになるよう導くのが一流です。プレゼンテーションの際、難しい専門用語を使わずに、なぜこの野菜が必要なのかをストーリーで語る力が今の時代には強く求められています。3、第3、料理系栄養士の日常とやりがい、情熱を形にする瞬間。数値やデータとしての栄養管理が温かい湯気を立てる一皿の料理に変わる瞬間。そこに料理系栄養士にしか味わえない至高の喜びがあります。本書ではその日常のリアルと心の奥底が増えるような達成感の源泉を紐解きます。密着。料理系栄養士の一日。モーニングからメニュー会議まで。料理系栄養士の朝は食材の鮮度を確認し、現場の衛生状態を厳しくチェックすることから始まります。午前8時から12時。厨房での陣頭指揮。提供する料理の味付けや彩りが設計図、メニュー通りになっているかを確認します。調理技術の提供。自ら包丁を握り、栄養素を損なわない最適な調理法をスタッフに伝授することもあります。
午後13時から17時。メニュー会議。季節の食材を活かし、次のタームで提供する健康的かつ創造的なレシピを練り上げます。個別アドバイス。顧客や患者一人一人のライフスタイルに寄り添い、具体的な食事プランを提案します。夕方以降、事務作業、自己研鑽、栄養価の計算や最新の食品学に関するアップデートを行い、明日の糧にします。プロの視点、現場での仕事は常にマルチタスクです。単に料理を作るだけでなく、常にこの一口が相手の細胞をどう変えるかを想像しながら動く力こそ、プロの条件と言えるでしょう。クライアントの数値が変わる喜び、数値改善の先に見えた笑顔。私たちの仕事は単に空腹を満たすことではありません。食事を通じてその人の人生の質を向上させることに真髄があります。健康への直接な貢献。適切な食事指導によってクライアントの健康状態が目に見えて改善していく様子を見守ることができます。病気や疾患の予防に貢献できることは、この職業における最大の誇りです。感謝の言葉が原動力。クライアントから直接美味しかった、体調が良くなったというフィードバックをいただけることが何よりの報酬になります。失敗例、データばかりを追い求め、相手の食の楽しみを奪ってしまうこと。料理系栄養士は数値改善と食べる喜びを両立させるこそ一流です。創造性が爆発する瞬間、自分のレシピが誰かの家庭の味になる。料理系栄養士は科学者であると同時にアーティストでもあります。結論、メニュー開発は自らの専門知識と感性を融合させる究極のクリエイティブワークです。理由、限られた食材や栄養基準の中で驚きを与える一皿を生み出すプロセスには尽きない楽しさがあるからです。具体例、減塩が必要な患者向けに香辛料や出汁を極限まで活用した物足りなさを感じさせない唐揚げを開発し、そのレシピが患者の家庭で定番化した際などは、言葉にできない充実感を得られます。結論、あなたの生み出した一皿が誰かの健康を守り、笑顔を作る。その循環こそがこの仕事の本質なのです。第4、理想と現実のギャップ。料理系栄養士の辛い、大変な本音。華やかなイメージの裏側には、泥臭い努力と専門職ゆえの重圧が確実に存在します。ここからは安易な憧れだけで飛び込む前に知っておくべき不都合な真実について語ります。想像以上の重労働、長時間の立ち仕事と厨房の
過酷な環境、料理系を名乗る以上、厨房という戦場からは逃げられません。1、体力的な負担。調理や指導のために長時間立ち話で働くことが多く、足腰への負担は相当なものです。2、過酷な環境。夏場の熱気や冬場の冷水、さらには時間に追われるプレッシャーの中で精度の高い業務を遂行し続けなければなりません。3、地味な業務の積み重ね。華やかなメニュー開発の裏には、膨大な食材管理や細かい清掃、衛生管理といった目立たない努力が隠れています。正解がない苦しみ、アレルギー対応と思考の板挟み、食事は非常に個人的なものであり、全員を 100% 満足させる唯一の正解を見つけるのは至難の業です。心理的負担、アレルギーや特定の疾患に対する食事設計は一歩間違えれば健康被害に直接するため、常に高い責任感とプレッシャーが伴います。クライアントとの意見の不一致や思うように数値が改善しない状況に直面し、無力感を感じることもあります。プロの裏技、ストレスをためないためには、自分自身の体調管理とマインドセットをプロとして律することが不可欠です。専門職ゆえの評価の不透明さと向き合うメンタル術。栄養士の仕事はその努力が成果として目に見えるまでに時間がかかるという特徴があります。評価の壁、緻密な計算や衛生への配慮といった当たり前の業務は評価されにくく、歯がゆい思いをすることもあります。給料の現実、地域や施設によっては、責任の重さに対して給与が必ずしも高くない場合があり、待遇面での不満を抱えるケースも見られます。解決の鍵。1、自己研鑽の継続。最新の栄養学を常に学び続け、自らの市場価値を高める努力を怠らない。2、専門性の確立。臨床栄養やスポーツ栄養など、特定の得意分野を持つことで他者との差別化を図る。5、第5、料理系栄養士の適性と人柄。あなたは選ばれる人か？料理系栄養士として成功するためには、単なる知識の詰め込むだけでは不十分です。現場でクライアントから信頼され、チームを牽引するためには、特有の資質と人間力が求められます。ここでは、プロとして長く活躍するために必要な9つの資質を深掘りします。科学と感性の融合、栄養学の知識×調理技術。料理系栄養士の土台は、論理的な科学と五感を刺激する感性のバランスにあります。定義、栄養素の働きや健康への影響を深く理解し、それを美味しく、見た目にも美しく一皿に
消化させる能力です。背景、食事が体に与える影響を論理的に説明できなければ信頼は得られず、一方で美味しくない健康食は誰も食べたいとは思わないからです。プロの視点、栄養学は守り、料理は攻めという意識が重要です。食材の取り扱いや調理法に関する高いスキルを持ち、栄養価を損なわずに最高の一皿を作る技術があなたを唯一無二の存在にします。信頼を築く人間力、コミュニケーションと共感力。どれほど優れたレシピを作っても、それが相手に伝わらなければ価値はゼロです。重要性、顧客やチームメンバーとの効果的なコミュニケーションは業務遂行の生命線です。具体的な手法、相手の話を丁寧に聞く、ヒアリング。個々の状況や気持ちに寄り添う、共感力。難しい専門用語を避け、中学生でもわかる言葉で説明する。具体例、食事制限が必要なクライアントに対し、ダメと否定するのではなく、こうすればもっと楽しめると、ポジティブな代替案を提示できる人こそ真のプロです。現場を動かす突発力、問題解決、創造性、チームワーク。キッチンは常に予期せぬトラブルや高い要求に溢れています。問題解決能力、健康状態や食事の制限に応じた柔軟な対応が求められます。創造性、季節の食材や新しい料理法を取り入れ、健康的かつ美味しい驚きを作り出すアイディアが必要です。チームワーク、病院や学校などでの現場では、他のスタッフや専門家と協力し、調整しながら働く協調性が不可欠です。失敗例、自分の知識やレシピにこだわりすぎ、現場の状況や他職種の意見を聞かずに孤立してしまうこと。どんな優秀でもチームで動けなければ大きな成果は出せません。第6、徹底比較、栄養士、管理栄養士の資格取得と難易度の2ある。料理系栄養士を目指す上で避けて通れないのが国家資格です。ここでは栄養士と管理栄養士の違い、そして確実に合格を勝ち取るための戦略を公開します。栄養士 vs 管理栄養士、役割と取得ルートの違い、まず自分がどちらの資格を目指すべきかを明確にしましょう。背景、資格は専門知識を証明するパスポートであり、キャリアの選択肢を広げるために必須の条件です。試験合格への黄金率、戦略的学習と実務のリンク、国家試験を突破するためには、がむしゃらに勉強するのではなく、効率的なアプローチが必要です。合格へのステップ。1、カリキュラムの徹底理解。学校での基礎知識。栄養学、食品学、調理学、衛生管理を確実に固める。2、過去問題の徹底活用。出題形式や傾向に慣れるため、
過去問を繰り返し解く。3、実務経験との紐付け。現場で学んだ知識やスキルを試験対策に生かす。プロの裏技、最新の栄養学、臨床栄養、食品衛生学や政策、食品安全に関する知識は常にアップデートされています。古い参考書だけに頼らず、常に最新情報に触れる習慣をつけましょう。キャリアを加速させるダブルライセンスの勧め。料理系栄養士としての専門性をさらに高めたいなら、追加の資格取得も検討すべきです。調理師免許、料理の技術を証明する強力な武器になります。栄養士が調理師免許を持つことで、作れる、語れる、守れるという最強の布陣が整います。専門分野の特化、スポーツ栄養や臨床栄養など、特定の分野に特化することで市場価値を劇的に高めることが可能です。継続的学習、資格取得はゴールではなくスタートです。最新の調理法や栄養学の研修、セミナーに参加し続けることが長期的な成功の鍵となります。7、第7、高校生からの最短ルート、進路別学校選びの決定版ガイド。料理系栄養士への道は、高校時代の進路選択からすでに始まっています。どの教育機関を選ぶかで、取得できる資格やその後のキャリアの所属が大きく変わるため、慎重な検討が必要です。進路フローチャート。高校入学からプロへのステップ。プロとして現場に立つまでの標準的なステップは以下の通りです。1、高校時代。栄養学や料理への興味を深め、家庭科や生物、科学などの基礎科目を大切にします。2、学校選定。栄養学科のある大学、短期大学、または調理師栄養士専門学校への進学を検討します。3、入学教育。栄養学の基礎、食品科学、調理技術、衛生管理などを学び、実習を通じて現場感覚を養います。4、資格取得、卒業と同時に、あるいは国家試験を経て、栄養士、管理栄養士の資格を取得します。5、就職活動、病院、学校、企業、レストランなど、自分の目指すフィールドの求人を探します。プロの視点、資格取得は通過点に過ぎません。学生時代にいかに多くの実習を経験し、現場の厳しさと楽しさを肌で感じられるかが、就職後の定着率を左右します。大学、専門学校、短期大学、それぞれの特徴と学費のリアル。教育機関によって修学年数や学費のボリュームは大きく異なります。失敗例、学費の安さだけで学校を選び、自分の目指す料理技術のカリキュラムが不足していて、結局卒業後に別途料理教室に通うことになるケース。経済的負担を減らす、奨学金等支援制度の活用。夢はあるが学費が心配という方のために
日本には様々な支援制度が存在します。1、奨学金制度。学校独自のもののほか、地域や日本学生支援機構などが提供する制度を活用しましょう。2、教育ローン。学費の支払いを分割し、将来の自分へ投資する手段として検討の余地があります。3、結論。経済的な理由で夢を諦める前に、まずは各学校のパンフレットやウェブサイトで最新の支援情報を徹底的に比較することが重要です。8、第8、給料、年収、待遇。料理系栄養士の経済的現実と底上げ術。誰も気になるお金の話です。料理系栄養士の収入は勤務地や資格、そして選ぶ業界によってグラデーションがあります。施設別給与データの徹底比較、病院、学校、企業。まず、雇用される場合の一般的な目安を見てみましょう。栄養士、一般施設、学校、保育園など、月収約20万から25万円、年収約300万円から400万円。管理栄養士、病院、クリニック、専門職、月収約20万円から30万円、年収約400万から500万円。企業の栄養士、大企業や商品開発など、月収約22万から35万円、年収約350万から600万円。背景、都市部、東京、大阪などは地方に比べて給与が高い傾向にあります。また、正社員はパートタイム、時給約1000円から1500円に比べ、安定した昇給やボーナスが期待できます。収入を最大化する専門性とキャリアアップの相関。今の給料に満足せず、さらに上を目指すための戦略が必要です。1、専門スキルの習得。スポーツ栄養学や臨床栄養学など、特定の分野に特化することで、替えの気がない存在になり、給与交渉のカードを持てます。2、マネジメントスキル。現場のリーダーやプロジェクトマネージャーを務めることで、役職手当や昇進による大幅なベースアップが狙えます。3、資格のアップデート。栄養士から管理栄養士への資格を更新することで職域が広がり、収入アップに直結します。独立、フリーランスという選択肢。年収1000万円を目指す道。料理系という強みを最も活かせるのがフリーランスとしての独立です。業務内容、個人への食事プランニング、企業のメニュー開発、セミナー講師、SNS でのコンテンツ発信など多岐にわたります。収入の可能性、業務量やクライアントの規模によりますが、年収500万から1000万円以上を目指すことも夢ではありません。手順。1、組織で数年の実務経験を積み、確固たる実績を作る。2、自分だけの売り。例、糖質オフ専門などを明確にする。3、ポートフォリオを作成し、
SNS やネットワーキングを通じて発信する。プロの裏技、栄養士という信頼の肩書きに料理人のプレゼン力を掛け合わせれば、単価の高い食のコンサルタントとしての地位を確立できます。9、第9、転職と未経験採用。異業種から料理系栄養士を目指す戦略。今からでも遅くないだろうか。そんな不安を抱えて転職を検討している読者は少なくありません。結論から言えば、料理系栄養士の世界はこれまでの社会人経験が隠し味となって生きる非常に懐の深い業界です。未経験でもチャンスはある。中途採用で見られるポータブルスキル。未経験であっても基礎的な栄養学や調理技術の知識があれば採用の門戸は開かれています。1、基礎知識の重要性。専門学校や大学で学んだ知識、あるいは資格、栄養士、調理師などを持っていると採用確率は飛躍的に高まります。2、評価されるスキル、コミュニケーション能力。クライアントや患者の気持ちに寄り添う力は、異業種での接客や営業経験がそのまま武器になります。組織力、計画性。忙しい現場を回すためのタイムマネジメント能力は、事務職やマネジメント経験者に一日の長があります。問題解決能力。急な食材変更やトラブルに動じない柔軟な対応力は現場で最も重宝される資質なのです。プロの視点。現場では教えられるのを待つ人よりも、これまでの経験を生かして自ら動く人が求められています。未経験者はインターンシップやアルバイトからスタートし、泥臭く実務経験を積むことが成功への最短ルートです。転職成功事例。調理スタッフから専門栄養士への華麗なる転身。調理系栄養士への転職において、関連分野からのスライドは非常にスムーズです。調理現場からのステップアップ。背景。すでに高い調理技術を持つ調理師が栄養学を学ぶことで、美味しいに健康という付加価値を加えた最強のスペシャリストになれます。手順。働きながら専門学校の夜間や通信課程で栄養士免許を取得し、既存の職場や新たな施設へ専門職として再就職します。異業種、食品販売、介護などからの転身。具体例、食品販売で育ったニーズを汲み取る力を生かし、特定のダイエットや食事療法に特化したカウンセリング栄養士として活躍するケースが増えています。結論、他の分野で得た視点こそが既存の栄養士にはない新しいサービスを生み出す源泉となります。履歴書、面接で刺さる志望動機の作り方。具体性が勝敗を分ける。採用担当の心を動かすのは、テンプレート通りの言葉ではなく、あなた自身の原体験です。
1、結論。なぜ栄養士ではなく料理系なのかを明確に伝えます。2、理由。料理を通じて他人の健康をサポートしたいという情熱の根拠が必要だからです。3、具体例。家族の健康問題を食事で改善した経験から食の力を確信した。料理技術での体験を通じて正しい栄養知識を広めることの重要性を感じた。4、結論。自身のスキルアップへの意欲とどのように社会に貢献したいかをセットで語りましょう。10、第10、将来性とマーケット。料理系栄養士の需要はどこまで伸びるのか。AI に仕事を奪われるのではないかという懸念に対し、料理系栄養士の未来は極めて明るいと言えます。なぜなら、食は感情と文化の密接に関わる領域だからです。高齢化社会と予防医学、在宅医療で求められる調理スキル、超高齢化社会の到来により、管理栄養士や栄養士の需要は爆発的に高まっています。需要の源泉、高齢者向けの特別な栄養管理や疾患に対した食事サービスが不可欠となっているからです。今後の役割、病院や施設だけでなく、在宅介護における噛みやすく栄養価が高く、かつ美味しい食事の提供指導、地域包括ケアシステムの一環としてのフレイル予防のための食育活動。結論。長生きだけでなく、健康で豊かな食事を支えるスキルは、今後ますます社会のインフラとして必要とされます。テクノロジーとの共生、AI 献立作成と対立しない人の手の価値。AI は完璧な栄養計算を行えますが、目の前の人の心を満たす料理は作れません。テクノロジーの活用。AI を使って栄養計算や献立のベース作成を効率化し、浮いた時間を個別のカウンセリングや調理技術の向上に当てる。ウェアラブルデバイスから得られるバイタルデータにもとにより精密な食事プランを提案する。プロの裏技、科学的な正解を美味しい一皿に翻訳する力こそが AI 時代に生き残る料理系栄養士のコアコンピタンスとなります。グローバル展開、日本の和食×栄養学が世界で勝てる理由。グローバル化の進展により、日本の優れた栄養管理技術が世界から注目されています。国際的な需要、世界的な和食ブームを背景に、健康的な日本食の調理法と栄養学をセットで指導できる人材が求められています。海外の食品メーカーやレストランチェーンにおける健康志向メニューのコンサルティング。展望。国際的な食文化の知識と語学力を身につけることで、キャリアの舞台は地球規模に広がります。11、第11、
料理系栄養士に関連する広大なキャリア、周辺職種との連携。料理系栄養士としての知識と技術は、他の専門職と掛け合わせることで、その価値を何倍にも高めることができます。ここでは、あなたの専門性を活かせる周辺領域との連携や、さらなるキャリアの広がりについて解説します。食品開発、マーケティング、消費者の心をつかむヒット商品を生む。料理系栄養士の専門知識は、新しい食品や飲料の開発現場で非常に高く評価されます。食品開発者、市場のニーズを分析し、栄養価や健康効果を考慮した新しい食品の企画、試作、テストを行います。食品マーケティング、栄養士としての科学的根拠に基づいた視点を生かし、健康的で魅力的な製品のプロモーション戦略を策定します。食品栄養科学者、食品の栄養成分が健康に与える影響を科学的に研究し、品質向上や新しい栄養素の発見に貢献します。健康運動指導士とのタッグ、運動×食事のトータルプロデュース。筋肉はキッチンで作られると言われるように、運動と食事は切り離せません。運動指導士との連携、適切な運動プログラムに料理系栄養士による具体的な食事プランを組み合わせることで、クライアントの健康管理をトータルでサポートします。スポーツ連携の需要、アスリートやスポーツチームに対してパフォーマンス向上のための専門的な食事計画や栄養指導を提供します。健康コンサルタント、個人や企業を対象に栄養と運動の両面からライフスタイル改善の提案を行います。フードコンサルタント、飲食店の健康付加価値をデザインする。飲食店が健康を売りにする際、料理系栄養士の存在は不可欠です。栄養コンテネータ、栄養情報を整理し、一般の人々にもわかりやすいレシピやガイドラインを作成して提供します。食事療法士との共同、特定の疾患を持つ方でも外食を楽しめるよう、医学的な制約を守りつつ満足度の高い食事プランを設計します。衛生・品質管理の徹底、調理師や食品衛生管理者と協力し、現場の衛生基準を最高レベルに保ちつつ、美味しい料理を提供する体制を構築します。終章。食べることは生きることを支える。あなたの情熱を待っている。ここまで読み進めてくださったあなたは、料理系栄養士という仕事が単なる献立作りや調理にとどまらない。人々の人生そのものを支える尊い職業であることを深く理解されたはずです。料理系栄養士は科学の目、栄養学と職人の手、調理技術、そしてカウンセラーの心、共感力を併せ持つ現代社会に欠かせない食の守護神です。あなたが作る一皿、
あなたが届けるアドバイス、あなたが企画する食育活動、その一つ一つが誰かの体を作り、誰かの病気を防ぎ、そして誰かの心を温めます。編集長からのラストメッセージ。自分にできるだろうかと迷う必要はありません。あなたが今いただいている食を通じて誰かを幸せにしたいという純粋な情熱こそがこの職業において最も強力な資質です。基礎を学び、資格を手にし、現場で泥臭く経験を積んでください。その過程で出会うありがとうの言葉とクライアントの健康的な笑顔は何者にも代え難いあなたの財産になるでしょう。日本の、そして世界の食をより良く、より美味しく書いていくのは他の誰でもないあなたです。さあ、エプロンを締め、包丁を研ぎ、新しい未来の一皿を作り始めましょう。